皆さんこんにちは。日本語教師の堤です。今日のテーマは頭です。そんなの簡単だよと思った方、ちょっと待って。まずはこちらを見てみてください。これらの表現の意味を知っていますか？頭が切れる、頭が硬い、頭を丸める。頭が切れる？頭が硬い？頭、丸？いいえ、これらの表現には特別な意味があります。頭は簡単な言葉ですが、実は頭を使った表現がたくさんあるんです。そこで今日は頭の持つ5つの意味を紹介します。この5つの意味がわかると、頭を使った表現の特別な意味を簡単に覚えることができますよ。それでは始めましょう。まずは頭の一番基本的な意味を思い出しましょう。一つ目の意味は首から上の部分です。例えば頭が痛い、頭をぶつける、頭を叩くなどがこの一つ目の意味です。二つ目の意味を考えてみましょう。例えば、あの人は頭がいいと言いますね。頭がいい人というと、例えばテストの点がいい人ですよね。では、頭はここの部分がいいという意味ですか？いいえ、違いますね。頭の二つ目の意味は、頭の中のこと。つまり、考える力や考え方です。ですから、最初に紹介した頭が切れるは、考える力が刃物のように鋭く、問題を早く解決できるという意味です。頭を怪我するという意味ではありません。また、頭が硬いは、頭の中が石みたいに硬い。つまり、考え方が簡単には変わらないという意味です。三つ目の意味を考えてみましょう。例えば、あなたはいつ頭を洗いますか？という質問をしますよね。では、シャンプーの時、洗うのはどこですか？ここだけですか？頭の中ですか？いいえ、違いますね。洗うのはここですよね。頭の三つ目の意味は髪の毛です。ですから最初に紹介した頭を丸めるは髪の毛を短く切って頭を丸い状態にする。つまり坊主にするという意味です。また、頭が白くなるは年をとって髪の毛が白くなる状態。頭が薄いは髪の毛が少ない状態を表します。4つ目の意味を考えてみましょう。例えば、教科書を読んでいて、先生に頭から読んでくださいと言われたことがありませんか？では、読むのはこの頭ですか？頭を使って読みますか？いいえ、違いますね。じゃあ、教科書の頭はどこですか？前ですか？後ろですか？頭の4つ目の意味は物事の最初です。ですから、教科書を頭から読んでくださいは文章の最初から読んでくださいという意味です。また、先頭車両は一番前の車両。頭金は契約の最初に払うお金という意味です。5つ目の意味を考えてみましょう。この写真を見てください。牛が4います。匹？はい。頭ですね。牛が4頭います。では、この写真はどうですか？象が2頭います。もうわかりましたね。頭の5つ目の意味は単位
です。牛や象などの大型動物を数えるときに使います。またこれは人にも使うことがあります。例えば、頭数を揃えるは人数を集めるという意味です。はい。頭の5つの意味を理解できましたか？復習しましょう。1、首から上の部分。2、考える力や考え方。3、髪の毛。4、物事の最初。5、大型動物を数える単位でしたね。ではここでクイズです。次の A、B、C は1から5のどれに当てはまるでしょうか？できましたか？確認しましょう。A の頭を切り替えて頑張ろうは2番の考え方ですね。考え方をリセットする、別のことを考えるという意味です。B のミスをしてしまい頭を下げたは1番の首から上の部分ですね。ここを下げる、つまりお辞儀をする。この場合は謝るという意味ですね。C の7月初頭に結婚する予定ですは4番の物事の最初ですね。7月初頭は7月の初め頃という意味です。20世紀初頭、2022年初頭というように時間を表す言葉とセットで使います。はい、いかがでしたか？頭の持つ5つの意味を理解すると、頭を使った表現の特別な意味がイメージしやすくなりますよね。実は今日紹介した表現の他にも、頭を使った表現がたくさんあります。皆さんは知っていますか？知っていたらぜひコメント欄で教えてください。メッシュクラスでは25分の会話お試しコースや日本語会話のコースなど、私や日本人の先生たちと1対1で会話の練習ができます。コメント欄に詳細を書いておくので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの動画がいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録、通知設定よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。